お待たせいたしました。ただいまから始めさせていただきます。始める前に1分だけちょっと話させてください。それから講演に入ります。私テレビも出ないし、当然講演とかっていうのは考えたこともなかったんです。それが今日、最初で最後という形で講演をさせていただくことになりました。あと30秒でこの経緯だけをちょっとだけ話させてください。先ほどついてるってやった柴村社長がですね、大社長ちょっと大阪来てください。東京のパーティーに行けない方がいますから、お茶会をやりますからちょっと来ていただけますかって言われたから、私はうんと言ったんです。そしたら、ホテルが取れないんでちょっと会場が変わったんですけど構いませんかって言われたから、またうんと言ったんですよ。そしたらですね、あちらに来てるんですけど、私の行きつけの本屋さんが読書のすすめさんという方で、いい名前でしょ、読書のすすめ。それでですね、うちも今度土管のすすめみたいな会社を作りたいなと思ってるんですけど、読書のすすめさんへ行ったら、いや、斉藤さんのことで今日話題持ちきりなんですよ。なんでって言ったら、講演なさるんですってね。講演なんて聞いたことないよって言ったら、ちょうどそこへファックスが流れてて、斉藤ひとりさん、最初で最後の講演。その時にこの現象を英語で言うと、はめられたな。はめられた。そのはめられたということだけを、分かっていただいて、講演に入りたいなということです。その時私が出した条件がすごいです。私は講演をしないっていうことはあまり上手じゃないんだ。カラオケでもなかなか歌わない人ってね、無理やり歌わしてもやっぱしこの人は歌わないわけが分かった。大体そういうものなんですよ。それで、私が出した条件は、私出演料なしでしてください。電車賃私で出します。ただですからこれ。私としてはですよ。一応往復の電車賃持ちで喋っております。そのことを一つちょっと言っとくと気も楽になるんですよね、私としては。それでですね、第一部ついてる話っていうのと、正しいことより楽しいこと、それからプロになる話、これを第一部でしてください。でその後フリートークになります。でフリートークでここに書いてあることを話してください。それはフリートークじゃないんじゃないかなでそういうことですね。もう人間っていうのはね、逃げられるものは逃げるしかない。でも逃げられなくなったら頑張るしかないって、これが日韓方式なんです。今日はもう逃げる必要がないし、もう逃げれない。そう思ったら、皆さんのお顔見れたら私は本当に幸せになりました。それでですね、じゃあついてる話行きましょうよ。でついてるって何ですかっていうことになると思うんですけれど、ついてる、私も毎年納税に載せてもらってます。それから私は中学校しか出てないんですよ。それでなぜ中学しか出なかったかっていうと、非常に成績が悪かったという、ことですね。大概は簡単な理由なんです。シンプルですね。それで、非常に私成績が悪かったんですけれど、その中で事業をしながら成功する方法を知ってるんだよ。それからサラリーマンとしても人生でも成功する方法を知ってるんだよ。でなぜか知ってるんです。でなぜですかって言われると困っちゃうんですけど、なぜか知ってるんです。でそれが実はついてるという言葉なんです。でこの言葉を言ってると、後でいろいろ実験してもらったりいろいろするんですけど、ついてるという言葉にはすごい力があるんですね。
朝の出がけにですね、下駄の鼻緒がプスッと切れる。そういうことありますよねって言ったら、今下駄履かないとか言われて、難しい時代になってきちゃったんですけど、それでですね、まあ例え話です。下駄の穴がプスッと切れた。そこで3つに人は分けられる。一つはなんか縁起悪いな、嫌なことが起きんじゃないだろうかっていうのが一つありますよね。これは否定的なんです。で、普通って何ですかって言ったら、物理的にですね、そろそろ切れる時期であった。物理的ですよ、これはね。ほとんど篠玉先生と同じみたいな考えなんですけど、物理的に、切れる時期であった。これが普通の人なんです。で、ついてる人って何でしょう。ついてる人っていうのは、今切れてよかったよ。これ出がけにね、途中で切れたら困っちゃうよね。今ならパッパッとつなげるか、別のもん履いていこう。っていうことになりますよね。だから3つのことをどちらに考えるかっていうことなんですよ。人は何でも肯定的に取るんだって思うでしょ。でも私の話はもうちょっと意味が深いんです。ついてるというと、ついてることが起きちゃうんです。ね。ついてると思うよと言ってるんじゃないんですよ。この話はね、説明がね、ちょこっとだけ難しいんです。で、後でしますね。そうすると、なるほどと思います。半分の人は。ね。半分の人は思います。でも、ここの人は全部思うかもわかんない。変な人の書いた成功法則。普通こんなもん買うやついねえだろうと思ってたら、買った人がいるんです。で、驚いたのはその話を聞きに来た人がいるっていうのはね、私も驚いたんですけど、変な人も探しゃいるもんだ。さっきあそこがちらっと見て、同じ顔してるな、私と。これがですね、高いとこから落ちてくる。コツンと当たる。ね。と、ついてないなって思っちゃいけないんです。俺はついてるんだ。ついてないやつはこれが頭に当たって脳みそが砕け散ってと。ね。カニ味噌見たくなって死んでったんだと。ところが、俺はついてたからここにしか当たんない。わかります？車もそうです。コツンとぶつけられた。その時ついてないなって言っちゃダメなんです。で、ついてないなって言うと次は大事故に遭うんです。ところが、俺はついてるよ、コツンで済んじゃったんだ。あと1秒ずらしたらドカンだよ。わかります？ドカンって言って、俺は死んじゃったかわかんない。で、そういう話をすると否定的な人間は、お前本当についてるだったらあんなぶつかりっこないよとか言うんです。そういう人間と付き合っちゃダメ。友達変えた方がいい。ね。ついてるということが大切なんです。ここは地下ですから、電波は流れてないと思います。でも、今地上に出ると、電波がいっぱい流れてます。波動ですね。波動。なぜかというと、携帯電話。私、青森に行ってても、斉藤さんの、例えば、ピッピッピッとなると青森になりますよね。沖縄でもなるんですよ、電話ね。ってことは、本当は日本中に、斉藤さんというこういう電波がね、斉藤さんって探しちゃってる電波が飛んでるんですよ。だから、ものすごい量の電波が飛んでるんです。で、この宇宙の電波の中に、ものすごい幸せな電波と、不幸を呼ぶ電波があるんです。ね。信じられないでしょ？ね。半分の人は信じられると思います。おなじみですから、よろしくお願いします。知ってる人が大きくうなずいてくれるとすごくやりやすいんですよね。それでですね、テレビが第6チャンネルをカチャカチャっと回すと第6チャンネルへ入ってきますね。ところがそれがカチャカチャっと回して第8チャンネルにすると第8チャンネルが流れる。ということは電波は今もそこにあるんです。わかりますね。あるんです。カチャカチャってやる前からあるんですよ。電波はね。その時にカチャカチャっ
と6にしたときに、実は、6ですよっていう電波が出るんです。テレビから。わかります？受けてるだけじゃないんです。6ですよって出すんです。だから私が何があってもいいんだよ。いや、今日車こすられちゃったけどさ、本当にちょっとでついてるよって言うと、ついてるよという、この最後のついてるよという言葉と同時に、この人のとこだっつってついてるのがダーッと来るんです。ところが、今日はさ、ついてなくて、ついてないからついてないっつってんだからいいじゃないか。ただ、いいんですよ。本当にいいんですけど、ついてないよって今私言っちゃったでしょ。そうすると、ついてない波動がダーッと寝ても覚めても来てるんです。危ない危ない。で、今、本当はついてるんです、私は。わかります？で、ついてないって言っちゃうと、宇宙のエネルギーがどんどん際限なく入ってきちゃう。ね。だから私は寝ても覚めてもついてることがいっぱい起きてくるんです。だから中学校しか出てなくて十分なんです。本当に優秀な人はね、義務教育で十分なんです。どうしても足りない人が補充のような形で高校行ったり大学行ったりされると、私は理解してるんですよ。ね。あんまり外行って言っちゃダメですよ。ね。ここだけで通る話ですからね。それで、私の言ううちって商人だから、親が勉強しなさいよって言っても、学校の先生が、お前、この方程式できないと困るぞって先生が言っても、親が方程式やってるの見たことないんですよ。だから、困らないって知ってたんですね。で、意外と頭良かったのかもわかんないですね。で、斉藤はお前、英語ぐらい喋れないと外人に話しかけられて困るぞって言ったんだけど、私、未だに一回も話しかけられたことないんです。ただの一度もありません。ついてる人の人生ってそういうもんですよね。困らないようにできてるんです。それで、本当に英語が必要な人は英語を聞くと爽やかに聞こえるんです。で、私みたいに英語に縁のない人は雑音に聞こえちゃうんです、あれが。すっごくわからなく聞こえるんです。で、あれが心地よく聞こえる人は、そういうことをする定めなんです。だから人間は困らないようにできてるんです。それを親が、お前これやったら困るぞとか、ね。本当に困ると思ってる方は自分が困るんです。で、お母さん今から大学行ってください。ね。あなたが困ると思ってんだから。困らないと思ってる人は困らないんです。困ったことは起きないんです。だから、ついてるよ、ついてるってこの言葉は、本当に魔法の言葉なんです。右手をお金のマーク。こうやってやってみてください。はい。右手ですよ。左手やっちゃダメですよ。で、横の人を見る。右の人を見る。右ってこっちか。はい、右の人を見る。それでですね、じゃあ、ちょっと社長上がってきてください。いいですか？これはね、オーリングというんです。よくね、ここに自分の体に悪いものを乗せたりすると、オーリングがパッと開いちゃう。で、いいものを乗せると、自分の体にいいものを乗せると、波動が非常に強くなる。これ、知ってる人も半分はいますね、ここにね。いいですか？これですね。ちょっと、ついてないって連続してて。ついてないってわかります？ついてないって言っただけで体の力が抜けちゃうんです。俺はなんでガニになったんだろう？ついてないんです。わかります？俺はなんで胃潰瘍になったんだろう？ついてないんです。なぜかというと、同じ生活しててもならない人もいるんです。ね、遺伝だったらずっとね、大体がんの遺伝、家系なんてあるわけない。そしたら、はるか前に死に絶えてんだから。ね、よく考えればわかる。じゃあ今度はついてるね。ついてる。この力。これ自分でね、今ちょっと試してください。この言葉が入ってくるだけでエネルギーが入ってくるんです。エネルギーが入ってくると力が違っちゃうんです。で、ちょっと隣の人にですね、こちら。だからこちらの人をやるってのはどうでしょう。誰かちょっとやってみてください。じゃあまず最初ついてないからね。で、
もうね、力が何倍って違うんです。だから同じ薬を飲まれる時もついてるっつって飲んでると細胞が全然違いますね。OK ですか？大丈夫ですね。やってみましたね。ちょっと私熱くなってきたんで頑張ります。ついてるっていう言葉は今言っただけで細胞にこんだけ力が出る。仕事もそうなんです。それとまたついてないと思ってる人はついてないと思ってるからきっと何もしないんです。だから能力がいっぱいあっても、私も学生時代ですね、頭のいい人っていっぱいいたんです。だから斉藤さんは頭が良くて偉くなったとか出世したとかって絶対ありません。これは私は保証します。学校の先生も、この前力を入れて言ってましたから、それは、自他ともに認めてますけれど、それで働き者かというとこれは違います。喫茶店で会ったとか言ってましたよね。私1年のうち10ヶ月ぐらい旅行行ってますから、働き者だなんていうことはそれは決してありません。そうすると残ったものは何だろう。運なんです。で、運ってすごい大切で、その運っていうのはいくらでも運が良かったっていうのはたまに来るもんだと思ってる。ところが運がいい運がいいって言ってると運ってどんどん良くなっちゃうんです。そうすると奇跡が起きるんです。で、奇跡を起こせばいいんです。だから私が納税で一番になるっていうのは1億2000万分の1なんです。1億2000万分の1ですよね。2年目ってのは1億2000万かける1億2000万なんです。6年連続するってことは1億2000万かける1億2000万かける1億2000万、まだか1億2000万と大変な数でしょ。いくつになるか分かりますか？私は知ってるんですけれど、今日は時間がないから発表しません。ただ何度でも起こせるよ。来年も起こすよ、再来年も起こすよ。なんでかっていうとついてるんです。だからよく他の人で自分は斉藤さんのことを目標にしたりライバルだと思ってます。やめなさいって。あんた実力なんだから。で、私は運なんだ。運は天が与えるものなの。で、天と喧嘩しても勝てないからやめなさい。で、俺のことやっつけるんだったらもっとついてる人間なんだぜ。ついてる人間そんな怖い顔してない。ライバルって競争相手だ。ライバルって敵ですよ。敵なんかを作っちゃダメなの。友達を作るんです。ね、うちの社長たち仲いいでしょ。ね、仲いいとみんなで助け合って教え合うんです。だから競争するより協力した方がいいんです。簡単なもんです。学校の先生もみんな自力で頑張んなさいよとか隣見ちゃダメとかって言うから成績が悪かったんですよ。なぜ助け合えって言わなかった。みんなで助け合えばみんな100点だったんですよ。一人だけ100点なんてことはなかったんです。それを日頃は助け合いって言ってて試験の時は見るなよとかね、斉藤見太郎とかいうあれは良くないですよ。だからそれよりみんなで協力し合ってやるんだよ。世の中ってそういうもんなんだよ。ね。そしたら今みたいいじめなんかないんですよ。私たちの頃も本当は助け合いやったんです。宿題なんかやってくるやつは3人ぐらいしかいなかったんです。でみんながそいつの写してて非常に和気あいあいだったんです昔は。でわんぱく坊主はわんぱく坊主でいたんだけどそういうやつは日頃宿題なんか教わってるから結構守ったりなんかして持ちつ持たれつだったんです。私たちの頃に学校行ったの人は知ってるんです。その頃からだんだんそういう風潮がなくなってきちゃった。それを元へ戻そうよ。それでついてないやつがいくら集まったってしょうがないじゃないか。ね、だから今うちの会社もこの前聞いた1000人とか2000人とか全部でいるんですけれどついてないやつを2000人集めたら
ついてない塊みたいにこの会社が出来上がっちゃって、怖いな。それだったら少なくてもいいからついてる人集めようよ。で、ついてるって何ですか？ついてるって言えばいいんだよ。私のは簡単なんです。よそ行くとなんていうの？三位一体、心と、ね、言葉と体が伴わなきゃいけないとか、難しいでしょ？でも言ってんだから心は伴ってんですよ、本当は。伴ってんのに伴わなきゃいけないって言うと、なんかもっとやることがあるような気がしちゃうんです。ね。ついてるって言ってんだから心が伴ってるんです。ね。伴って言ってて、ついてるって言いながら行動してる人間に形から入れって、俺ついてる形っていうのは想像できないんですよ。どんな形なんだろう。ね。だからそういう難しいことはうちの会社はいらないんです。だからうちはすごくシンプルです。だからついてる、何かにつけてついてるって言わなきゃダメですよ。言うこと、いつも思ってんですよ。思ってたんじゃダメなんです。言うことなんです。ね。あ、ここの会社に入れて社長私ついてますよ。日本に生まれてついてますよ。ね。それから、あなたがこの会社にいてくれただけでついてるよと思ってくれる人間にならなきゃいけない。それから、斉藤ひとりさんが日本に生まれて日本国はついてましたよって言われるようにならなきゃいけない。でも、当人がついてないと思ってるような人間にそんなことはできないんです。ね。私、このとこすごいついてるっていうのは、ついてるって言いなさいって言ったら、1日2万回ずつ言ってる人、2万回ずつ。私も言って驚いちゃって、1日1000回ずつにしましょうよ。ね。1000回を100日続けたら、私が手書きで色紙書いてあげるからって言ったら、私もやりますって全国からものすごい数来て、私は夜になるとずーっとずーっと色紙を書いてるんですよ。ついてるでしょ。ね。世の中いろんなことが起きるんです。でもそれもついてることなんです。で、今日こうやって呼ばれた話ができることもすごくついてるんです。ああ、いい仲間がいるな。それで、ね、ちょっとだけおさらいさせてね。私は泳げないんです。泳げない私が今日鮭を食った。これはありえないことなんです。ついてるんです。でご飯も食べたんです。私は一粒の米も生まれてから作ったことない。それが3度3度ご飯を食べるってのはすごいついてるんです。わかります？日本に生まれてついてるんです。世界がなんか30億か40億か、ちょっと私数字に弱いんで分かんないんですけど、人間がいる中で衣食が足りてる、食べ物、洋服がまともに着れるのは5億人しかいないって話聞いたことあるんです。その中の1億2000万全員入ってるんです、日本って。すっごい豊かな国なんです。ここに生まれたのはついてるんです。なおかつ、もうちょっと前に生まれると雨が降らずに爆弾が降ってきたんです。ついてるでしょ？ね。で、我々は爆弾も降らない中に生きてられるんです。すごいついてるでしょ？ね。で、ついてるっていろんなことで思い出すと、道端に咲いてるタンポポを見て、ああ、かわいいな。俺はついてるな。あの花を見てかわいいと思えるんだ。前は気がつかなかった。些細なことについてるって思い出してくると、ハッピーになってくるんです。幸せなんです。そうすると、どんどん月が来る。で、これが大事なんです。ね。本当は一個だけで済みゃいいんですよ。ただ問題がもう一個あるんです。これはもっと簡単なんです。だんだん簡単になるのが私の話なんです。学校はだんだん難しくなってくるでしょ。私の話はだんだん優しくなってくるんです。それでもう一つが、ついてると思いながら生きていくと必ず人生に分かれ道が出る。判断しなきゃならないことが出る。その時にどちらが正しいかということを絶対考えないでください。どちらが楽しいか。どちらが楽しいかっていう判断基準を持ってください。そうすると、どちらが楽しいかなんかで考え出したら、俺は会社行かないで寝てるよっていう方もいるんですけれど、我々はちょっと大人の魂だと思ってください。なぜかっていうと、会社行かないで3日間ばかし寝てると、間違いなく
あなたの椅子はなくなるんです。わかりますよね。こんなカードをもらってカードで買い物する。洋服バンバン買っちゃって楽しいのよ。間違いなく1ヶ月後にお勘定来ますからね。これはもう引力の法則より硬いですから。で、それぐらいのことは頭に置いといて、どちらが楽しいんだろうっていうことを考えたとき、必ず楽しい方が成功するんです。宗教戦争も、キリスト教が正しいとか、開教とか正しいとか戦争になっちゃうんです。キリスト教のが楽しいんだとか、開教とのが楽しいんだと、いや楽しいやつが2つ集まってもよかったねとか、最後に喧嘩にならないですから。どっちが正しいって始めたとき、必ず戦争になります。この前の共産主義が正しいか、民主主義が正しいか。その結果、随分戦争して死んだんですけれど、あれもどっちが楽しいかっていうことだったら誰も知らないんです。俺も楽しいんだよって、あんたも楽しいでよかったねと、こうなっております。でいろんな応用問題あるんですけど、この前昨日ですね、兄弟で会うとね、仲が悪いからね、イライラしちゃう。ね、兄弟なら全員仲いいわけじゃないんですよ。仲の悪い人もいるんです。で、そういう人はどうしたらいいんでしょうって言ったら、どっちが楽しいかって考えてごらん。そしたら会わない方がいいんです。兄弟だから会わなきゃいけないというのはどっちが正しいかなんです。ね。相性の悪い人が会うと殺されることがあるんです。本当なんですよ。ね、通り魔はしょうがないんですよ。通り魔は諦めてくださいね。通り魔ですから。通り魔避ける方法とか急に聞かれてもダメだけど、日頃仲悪いやつってずっと昔から分かってんです。ね。本当にあいつ刃物ぐらい持ち出すやつって本当は知ってんですよ。だから会わなきゃいいんです。で、なぜ会わなきゃいいかというと、殺されないだけじゃないんです。相手は人殺しにならずに済むんです。ね。どっちかが避ければいいんです。で、避けちゃっていいんですか？何でも戦わなきゃいけないと思ってる人がいるの。新幹線は300キロで走ってくる。それをまともにぶつかったら死んじゃうんですよ。ちょっと避けてごらん。風ぐらいしか来ないから。わかります？人生ってちょっとこれなんですよ。これができるかできないかでね、全然違うんです。それも何でも面と向かってね、ドーンと当たんなきゃいけない。特に男の人ってのはそういう傾向強いんですよ。女の人ってのは女は強いですからね。強い魂が女になる。弱い魂が男になる。これは、女がどうしても分かんないんですけど、女って何ですかって聞かれたら、おちんちんのついてない男なんだ。で、我々は猿から進化したんですよ、男ってのは。で、女はゴリラから進化したからね。進化の過程が違うんですよね。で、何の話か分かんなくなっちゃったんですけど、ちょいと避ける。それでどうしてもその弱い方の男が男だから逃げちゃいけないような気になるんですよ。ね、昨日もなんとかいう失楽園の話が出て、失楽園で最後女になんかあれして最後青酸カリかなんか飲んで死ぬっていう話だったんですけど、あの話はおかしいんだ。女房がいて彼女までいるやつが死ぬ必要がないんだと。死にたいのは一人もいないやつで、女房もいない彼女もいないようなやつが死にたいんで、なんで二人もいるやつが死ぬんだと。そういう無茶苦茶なことは私は嫌いなんだと。それでですね、ちょいと避ける。で、人生って楽しい方がいいんだよ。魂の第三段階。魂は第一段階がずっと長く続いた。それがどういう時代ですかっていうと、強い者が天下を取る。強い者が指導する。なぜかというと狩りやってたから、バラバラだと獲物が取れない。飢え死にしちゃうんですよ。だから強い者が統率を取る。その次に農業がやるようになったら、農業もそうなの。一斉に米を植えないとね、飢え死にしちゃうんですよ。私は個性を出して来月にしますとかちょっと飢え死にしますからね。米っていうのは植えるとき植えないとダメなんですよ。まして日本っていうのは一回しか取れない国だから。ね。一回失敗しちゃうと飢え死にしちゃうんですから。そんな蓄えないですから、昔は。そうすると、統率者がいる。殿様がいたんです。でも、魂が成長したら、いつ米を植えりゃいいかぐらい分かったよ。狩りの方法も分かったよ。ね。そしたら強いやつが何でも横暴なこと言ってていいんじゃないんだ。
殿様、昔は殿様の前に来て、地べたに座って挨拶しないと切り殺されたんですよ。ね、そういう時代が続いてたんだけど、その後明治になってから、どっちが正しい論が入ってきた。どっちが正しいんだ。正しきがゆえにも正しきって言ってる人間が非常に良かった時代があるんです。何が正しいか分かんないから。ね。で、もう大体分かってる。人殺ししちゃいけないとか、ね。泥棒しちゃいけない。分かりますよね。私もいい女だといい女だなと思っていいケツしてるなとかと思います。これは男の人みんな思うんですよ。だけど触っちゃいけないを知ってるんです。わかります？触っちゃいけないんですよ、あれ。思うだけ。で、ここはもう、そうするともう魂は第三段階に移った。で、第三段階って何ですかって言ってもう分かったから楽しい方を選ぼうよ。うちの、スリムドカンとかね、お嬢様臭い。今度ね、なんつうの、精力剤で金立ちキンキンっていうのを作った。お父様くどいって名前にしようやったら、これはいいな。ね、効きそうだ。で、要するにユンケルっていうのは、1000円とか2000円とか3000円とか、ああいうネーミングを予想。4畳半用と8畳用。もう部屋数でこうね、すごく楽しいな。で、なんでこんなことしてるかというと、いいものだから発売するんです。いいものは分かってるんです。だとしたら、楽しい方がいいんです。だからもっと楽しく、もっと楽しく、楽しさをメインにしていかないと、人生って苦しくなっちゃうんです。で、いつか思い出してください。どうもうまくいかないな。俺はそういえばうまくいってた時は楽しい方を選んでたんだ。それがあるし、立派な人ってのが危ないの。立派な人だとその人の言うこと聞こうって気になっちゃうの。ね。で、あんまり立派な人の意見を聞くと、正しきがゆえにも正しきの方に引きずられちゃうんですよ。ね。で、そうすると人生がうまくいかなくなる。もしうまくいかなくなったら、俺は最近ついてるって言ってないや。それから分かれ道に来た時に、またもう、どっちが正しいかで決めてた。どっちが楽しいだろう。正しくて楽しいのがあるんです。正しくて楽しい方です。で、正しいなんてのはもう魂は第三段階だから分かってるんです。ついてる。これは日常言わなきゃいけないこと。言ってればいいんです。そして、分かれ道に来たとき、困難があったとき、何かがあったとき、楽しい方を選ぶ。正しい方を選ぶと苦労が山のように入ってるの。それがブワーッと出てきちゃう。だから開けちゃダメよ、これ。これ開けるとね、大変なことになっちゃう。ところが、楽しい方を開けると成功が待ってる。だから私のお弟子さんやなんかみんな楽しい楽しいっつってついてきた。ね。それでみんな現在立派な社長さんになっていられるんです。苦しい方を開けるなよ。苦しい方を開けたらえらいことになるよ。で、この二つ。もうこれだけ覚えててくれれば、おそらく困ったことは全く起きないと思うんです。で、いくら本、私の成功法則の本読んで、困ったことは起きないんだっつっても、大社長いつも楽しそうですね。楽しい方を選んでるから楽しいんですよ。それが苦しい方行ったら苦しいんですよ。道はいつも二つなんですから。ね。楽しい。仕事は楽しいね。楽しい楽しいってやってるから成功しちゃうんです。ね。で、楽しいから仕事って楽だよね。ところが、仕事は苦しいから楽したいと思うと、5時で帰れるとこ。土日休みのところ。残業がないとこ。そういうとこばっかり探すの。それで、4時45分になるとずーっと時計見てんだよね。5時になるまでずーっと。もうカバンはもう帰り自宅できててね、ずーっとスタートダッシュをこう待ってる生活っていうのは実は楽しくもなんともないの。それで、この楽な方を極めるの。楽を極めると極楽という。わかります？だからこの世は極楽って天国のことなの。極楽になれるんです。どっちが楽しいかを判断する。そうしたら、
会社行ってサボってずっと寝てるとクビになっちゃう。これはどうも楽しくねえな。飢え死にになっちゃってホームレスになっちゃう。これはあんまり俺は楽しくないな。じゃあ会社行く方がいい。会社行くなら、ふてくされて仕事してるより笑顔でやった方がいい。返事しないより返事した方がいい。極めていくとだんだんまともな方に人が走っていくんです。ね。今日も本当はやりたくなかった。でもやるとなったら頑張りますよ、私は。そういう性格ですからね。やるとなれば頑張ります。で、この2つです。で、日常、ここは家庭の奥さんも、ただ今日日本漢方の方も随分来てるんで、一番リクエストが多かったのはプロの話してほしい。で、このプロの話っていうのが、これを聞いていただくとよくわかると思うんですけれど、人生ってプロにならないと辛いんです。わかりますか？プロにならないと辛いんです。で、私は商人なんです。で、商人って何ですかというと、商人とは金儲けのプロなんです。で、プロだから、今不況だから儲からないとか、そういうこと言っちゃダメなんです。私たちは金儲けのプロです。いや、違う人いたらごめんね。私たちの話。商人としての話してますからね。で、商人はいつもお金儲けを考えなきゃいけない。いけないんです、これは。なぜかというと、相撲取りは明日の試合に勝つことに全力を挙げるんです。わかります？ずーっと考えてて、あいつをどうやって投げてやろうかって考えるんですよ。相撲取りはね。相撲取りじゃないのに、あいつをどうやって投げてやろうかって考えてるやつはおかしいですよ、俺。危ない人ですからね。でも相撲取りで考えないのはもっとおかしい。で、坊さんっていうのは欲は捨てなさい。ね。あれ仕事ですから。で、坊さんのくせにのべつ金儲けを考えてるやつも危ないんです。で、屋根屋はしっかり屋根瓦を、張ることを考えなきゃダメ。基礎屋はしっかり基礎を作ることを考えなきゃいけない。で、商人はしっかり金儲けをしなきゃいけないんです。なぜかっていうと、私たちは社会の心臓なんです。この心臓がドックンドックンドックンと動くから血液が流れるんです。その心臓が弱ってきちゃうと血液が余分に流れないんですよ。だから今日本が苦しいのは血が流れてないんです。で、なぜ流れなくなっちゃったかっていうと、商人が金儲けを一生懸命しないからなんです。あたかも金儲けをすることが悪いように思ってるんです。でもお金儲けをすると、社員につつがなく儲かってる会社で社員に給料やんない会社とか、私は見たことないんです。ね。で、儲かってりゃ社員に給料って払うんです。儲かってる会社のリストラとかあんまりないんですよ。わかりますよね。それから、支払い先に払わないとこもないんです。と、商売っていうのは、一生懸命やると、正業が生きられるんです。ところが、正業を忘れて、あたかも、ボランティアをやることの方が正しいように思っちゃう人がいるんです。ところが、ボランティアというのは正業があるからできるんです。もし正業がなくなると、その人はかかる方になっちゃうんです。わかります？立場が変わっちゃうんですよ。そのボランティアを支えてるのは事業家なんです。それで余ると税金に払うんです。この税金が福祉を支えてるんです。だから事業家というのは正業を支え、ボランティアを支えるんです。それから福祉を支えてるんです。そのことにしっかり自負して、しっかり儲けなきゃダメなんです。戦争が終わったら何やったら儲かるか。戦争が始まったら何したら儲かるか。不景気の時は何したら儲かるか。景気のいい時は何したら儲かるか。ずーっと考えてなきゃいけないんです。これがプロなんです。プロっていうのは全てが違うんです。まず笑顔が違う。プロの笑顔とプロじゃない笑顔ってのがあるんです。プロの笑顔だと、プロってね、お金になる笑顔なんです。あの人の笑顔いいわね。またあの人の笑顔に会いたくなっちゃうぐらいの笑顔じゃなきゃ、プロじゃないんです。プロは顔が違うんです。
シャッターが閉まってる。なんで開けないの？壊れてるから。じゃあ何か書きな。シャッター壊れてます。プロじゃないんです。プロは、シャッターが壊れてるけど、中で元気でやってます。ね。笑顔で待ってますとか、いろいろ。要は、プロっていうのは、紙一枚見たときに、そこに来たくなっちゃうようなことを書かなきゃいけないんです。それが、このお知らせ書いてきなさいよって言うと、お知らせどこに貼ったって言うと、あそこですと。人間の目っていうのは大体、これからいくらか下見るんですよ。その下見るのが、平気で上に貼ってますっていうの。上見ながら歩いてるやつが何人いるか、計算したことがあるんですか？プロとしての張り紙じゃないんです。それから、前に車がバー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 通ってて人間がろくに通らないところがあるのに、こういうところで物を見て書く。自分は見えるんですよ。貼ると車から見えないんですよ。車しか通らないところに人間しか見えない張り紙をするのは、プロとしておかしいんです。プロって違うんです。この前もお好み焼き行ったら、合戦をいじんないでくださいって書いてあるの。命令されると頭にくるんですよ。わかります？同じ書くなら、ね、やけどするといけないので、ね、ガスは何度でもやりますからこちらにお申し付けくださいとかって書いてほしいんですよね。プロって張り紙が違うんです。商人って思いやりが違うんです。思いやりの心が全然違うんです。ね。商人ってね、商人の頭ってね、深々下げるためについてる。誰にやってもか。でいつも頭下げてると、打ち出の小槌みたいな、こうやってやってると、たまにいい考えが出てくる。ね、だからよくこう振るんだよ。で、商人は深々頭下げる。だから、その辺の人でも頭は下げる。でも商人の下げ方は違うんです。その辺の姉ちゃんでも兄ちゃんでも笑うんです。でも商人の笑い方は笑顔が違うんです。自分のとこはお店がね、ちょっと引っ込んでてね、位置悪いのよ。人が50メーター歩いてあなたに会いに来るような笑顔なんです。それがプロなんです。それで自分はプロになるんだ。中途半端なプロはダメなの。ストリッパーになったらしっかり裸になるんですよ。今日は寒いから桃引きで踊るとかそういうね、ふざけたやつはブーです。ね、寒かろうがなんだろうがプロ意識を持ってパッパと裸になってもらわないとお客さんも困っちゃう。それと同じように私たちも商人の道選んだんだのに。ね、商店街で親父感じ悪いねって言われてるようなやつが商人なんてとんでもないんです。そういう人間はとっととサラリーマンに戻ってもらいたい。で、戻るとサラリーマンもプロにならなきゃ大変なんです。サラリーマンって立派なプロなんです。家庭の主婦も専業主婦ですってことはプロなんです。プロっていうことはどういうことですか？専属の、例えば料理作ります。旦那の料理しか作んないの。旦那の料理しか作らないのに、いつもまずい。コックなんかいろんな人の料理作ってんのに合わせんのに、旦那のしか作らないのにまずいと。これはプロとしての自覚がないんです。大変です。これ料理屋だったら潰れます。子育てもね、よその子なんか保育園なんか預けると5人も10人も預かってんのに1人の子も育てられない。母親としてのプロじゃないんです。で、自分はプロなんだって思うとどういうことが起きるかっていうと、人間には非語霊っていうのがついてる。ね、信じなくていいのよ。信じなくていいからね。非語霊がついてる。で、これは誰にでもついてる。ところが、プロだと思った人にだけは、非道霊というのがつく。で、その非道霊が、いろんな本を、ふっと本屋行って本が、手が行く。テレビでパッとあれ見る。要するに、プロとして自覚すると気づきが出てくる。これが、非道霊がやってくれるの。それで、なおかつ頑張ってると、非道霊はくるくる変わるんです。一生懸命やってると、だんだん優秀なのがついてくる。ね、ありがたいでしょう。ね、だから私も困らないんです。もうちょっと頑張っていくとまたもうちょっと優秀な人がついてきて、俺がこっち向くて
ぐっとこうやってやって、顔をそっちに向けてくれたり、いろんなことをしてくれるんです。で、みんなもプロなんだ、自分はプロですから当たり前ですよこのぐらいって言える人間になれば大概のことは怖くないんです。人生は50です。50ですよ。ね、50って何ですかって言った時、平均50だと思うんです。50のところへ70の覚悟で行ったやつは楽でしょうがないんです。ところが30の覚悟で行くともうひどい目に遭うんです。この残りの20分がえらい目に遭うんです。ね。隣の京都の MK タクシーの社長がね、この人すごいなと思ったのは、あの方は朝鮮から出てきて、一台でタクシー会社作ったんだけど、その時に同じ朝鮮人の仲間でも朝鮮人だってバカにされるって言ってる人がいるけれど、そうじゃないんだ。日本人だってアメリカに移民に行ったりブラジルに行った時ものすごいバカにされたんだ。人の国行くってのはそういうことなんですよ。日本人が飯食ってたら俺たちは麦飯食えばいいんです。日本人が9時間寝たら私たちは7時間寝て頑張ればいいんですよって言うんですよね。ああいう50のところに90ぐらいの覚悟されて出てこられちゃうと世間が参ったするしかないんです。わかりますよね。だからちょいと覚悟を余分に持っていけばいいんです。私も中学しか行かないよって言ったんです。中学しか行かないってことは高校でよりちょっと苦労するんです。当たり前なんです。だから苦労させたくないから親だって行け行けって言うんです。大学でよりちょっと大変なの当たり前なんです。そんなことは知ってるんです。まさかこうだとは思わなかったなんてのはないんです。その通りなんですね。で、買い物をすればお勘定来るのと同じように当たり前のことで、プロって何ですかっていうと、プロの覚悟を持てばいいんです。プロの商人なのに挨拶が悪い、笑顔が足りない、こんなんでプロと言っちゃいけないんですね。私も時々私のビデオを見たことある人がいると思うけど、ビデオをいきなり出されて、お社長お願いします。この前恵美子社長が、大社長はホテルで話してくれた話が一番いいですね。それは周りに本当にいるんだもん。周りにいる人にね、あなたそうでしょっていうのと、ここにビデオがあってあなたそうでしょってやってもこのね、いかないの。いかないけどやらなきゃいけないんです。それが私の仕事なんですね。だから仕事となったらプロなんだから逃げられないんだ。で、商人は笑顔なんだよ。それから愛のある言葉喋るんだよ。でもこれって人間として当然のことなんです。だから商人じゃなくてもやるべきなんです。で、プロ意識っていうのは商人じゃなくても持つべきなんです。大工さんだろうがお母さんだろうがね、プロ意識を持ってほしいんです。さっき言ったお又さんの息子さんのカンちゃんっていうのが、非常に頭のいい子で、本当に東大っていうぐらい良かったのが、お母さんが一生懸命家庭教師つけたりね、塾行かしたり一生懸命やってた。その時私が、お又さんのお母さんに、この子にこんなにお金かけて元取れるって言ったらびっくりした。子供から元取ろうと思ってません。それを聞いて私は驚いたの。なんでかっていうと、サラリーマンじゃなくて自分家の会社の後継がせなきゃいけないんですよ。会社の後継がせなきゃいけない子供を、商人って元取っただけで儲け出さなきゃいけないんですよ。それを親が儲けが出なくていいような形で育てたら、みんな子供の代になったら潰れちゃいますよ。私たちって使命が違うんです。大勢の人を食べさせていかなきゃなんないのよ。だからカンちゃんにとって一番大切なのは元取った他に儲け出すね。でその話をコンコンと言ったら、カンちゃん高校出て今働いて立派に働いてるんですけれどね、本当に元が取れるかどうかを考えなきゃいけない。でその時に
親は、お前を大学やると元が取れないんだよ。計算してごらん。それぐらいじゃない。この計算、パパ、あ、そうだね、お母さん、元取れないね。これなら俺、がっちり働くよ。この方が元取れるもんね。わかります？元取るのは当たり前。利益を出すのがプロなんです。笑顔っていうのは大変なお金になるの。ここがホテルだとする。ここを儲け出さなきゃいけない。その時に、ルームサービスを揃えて何揃えてってやるだけで膨大なお金がかかっちゃう。と利益が出ない客が来ても。ね。で皆さんは私の社員だとすると、ルームサービスありますかって言うと、寿司でも何でも取れますよとかってよそから取っちゃう。ね。それで、なおかつ相手に、最近お客さん少ないんですけど、なんかいい方法ありませんかねってニコニコってすると、こいつ俺を頼ってるな。頼ってるなと思ったで、こうしなさい、ああしなさいって言ってるだけで仲間だから、だんだん仲間増えてきちゃう。ね。で、笑顔と相談っていうのは、途方もないお金になるものなんです。ね。で、我々はお金一生懸命儲けて、一生懸命使う。で、余ったら税金払う。これが仕事なんです。我々は心臓なんです。心臓が腎臓みたいなこと言っちゃダメよ。心臓が肝臓みたいなこと言っちゃダメなんです。ね。世の中の肝臓みたいな、肝臓ってのはこの世は毒を消してと、これはおまわりさんみたいな仕事なんですよ。おまわりさんが金儲けばっかし考えちゃダメよ。その代わり、商人で金儲け考えない人間は、侍で剣術ができないのと同じなんです。これはろくな侍じゃないんです。で、自分の仕事は何か。自分は立派な大工なのか。自分は立派な主婦業なのか。自分は何なのか。それをびっちり見極めて、そのことに没頭する。そのことを突き詰める。だから、私はテレビ出てください。嫌だ。俺はタレントじゃないんだ。私は商人なんだ。商人は商人として生きるのが当たり前なの。ね。でも無理やり出せ。こんなお面かぶって出たでしょ。お面、こんなちっちゃいお面だからかぶってたら太りましたねって。太ったんじゃなくて、お面がちっちゃいんだって。みんながプロになりましょう。それでプロになったと同時に指導霊がついてくれる。そのことを信じるんです。そうすれば私のように、学業がですね、あまり良くなかった人も成功できる。決して働き者じゃなくても成功できる。で、その現実が皆さんの前にいるんです。